こんにちは、アンナスです。今日は初めて GU を買ってみました。GU の、ビッグカラーブラウス5分袖オフホワイト。なんとこんなに大きな襟を見つけました。もうこれは刺繍してくださいっていう感じの襟なので、ぜひこれに楽しく刺繍していこうと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それでは安いですね。1990円。で、ここの襟に刺繍していきます。で、ちょっと夏だし派手にしようかなと思ったんで、刺繍工房5つのステッチでできるアンナスの刺繍工房の表紙のこの図案を散りばめようかなと思います。これ中にももちろん載ってるんですけど、このページですね。このピンクのページで、この時は全部一色で刺してて、こっちで同じ図案をちょっと色つけて刺してるんですけど、全体的にこれはピンクでやってるので、なんかもうちょっと夏らしい色でやろうかなと思います。っていうことで、図案のページ、もうこれでいつものようにスマプリで刺繍していきます。スマプリは開けると中に2枚 A4 サイズのシールが入ってます。そして、1枚だけ取り出して、このザラザラの方ですね。裏ツルツルは剥がすやつなんで、ザラザラの方に絵を描いていきます。で、これは、ステッドラーのピグメントライナー 0.05mm で写していきます。で、もったいないんで、もう端っこから順番に写していくんですけど、もうギリギリに写すと刺す時に刺せなくなるんで、ちょっと1センチほど開けておいて絵を写してください。そしてこの本って紙刺繍の本なので、まず穴を開けて、でそこに糸を通しますっていう絵なので、丸い点々がいっぱい書いてありますが、それは無視してください。ただ線をこのままなぞってください。で、フレンチノットマークって言って、ちょっと中抜きの白い丸があるんですけど、それは写してくださいね。もうそれは別に点々で大丈夫です。で、どうしようかな。葉っぱも線で刺そうかな。でもサテンステッチで埋めた方が可愛いですよね。ここはもうサテンで埋めようかな。なので中の線は写さないで、この周囲のシルエット拾って葉っぱにしてもらうといいかなと思います。見えますかね。こんな感じで。で、これを単品でチョキチョキ切って、で、また写してチョキチョキ切ってパーツをたくさん作っていこうと思います。じゃあとりあえずこの一通り全部写そうかな。全然余裕で、そうですね。余裕で入りそうなんで、じゃあちょっと全部写していきます。はい。では、写せたので、どれを写したかちょっと変えました。この、全部写したんですけど、この四角い葉っぱみたいなのはちょっとやめました。これも悩んだんですけど、こっちだとちょっとやっぱ、洗濯とかね、結構するんで糸が動きやすいかなと思って、この葉っぱもちょっと悩みどころだったんですが、写しました。なので、四角い葉っぱはなしです。あと、その代わり、表紙めくって、最初の6ページの小さなワンポイントモチーフのこのお花が3つ、丸と半円のやつの、これも写してます。で、ちょっとこれで今から構成していこうかなと思います。こんな感じで、ちっちゃい感じでこう切り離しているので、で、やっぱりこの下とかはよく見えるから、このメインのデイジーみたいなお花ですね。これを貼ります。で、貼るときはこうやってめくって角だけ
開けてください。で、あと残しておいて、位置を決めて、で、貼ります。貼れてなかった。裏の紙がね、戻ってました。これで貼ってから、ちょっとずつめくりながら貼っていきます。で、まあ花が続くとあれなんで、ちょっと葉っぱっぽいものってなると葉っぱ？でもこのひょろっとしたこれですね。これをこれの隣に貼ろうと思います。っていう感じでちょっと貼っていくんで、今見ても多分何がどこにあるのかわかんないと思うんで、全部貼り終わってから、そうですね、場所が知りたい方は刺繍がもう出来上がった状態のやつ、先まで行ってちょっと見に行ってもらえる方がいいかなと思います。ちょっとひっくり返して貼ろうかな。ちょっといろいろアレンジがあるので、そちらを確認してください。ちょっとはみ出しちゃったんで切ります。布切らないように気をつけないと。じゃあこんな感じで切っていくので、切って貼っていくので、ちょっと、はい。はい、では、貼れたんですけど、ちょっと上が足らなかったので、上にもう一個足しました。このワンポイントモチーフのコースターのページのこの葉っぱをくるんと180度ひっくり返して、上から肩のあたりからニュって出てる感じでやってます。まあ、仕上がりは見てください。最後の方を見てください。それで襟って刺繍枠はめられないので、端切れを抜いたします。もうなんか何に使ったかわかんない端切れがあったので、これをL 字にやってもいいし、細長いの2本を抜いたしてもいいです。なんかちょうど L 字の感じであったんで、これぐらいかな。で、糸でぐし縫いします。普通の縫い糸です。まあ、残っている刺繍糸でやっても大丈夫です。で、別に刺繍でないので、玉留めで服を1回こうしてで、裏がいいかな、表がいいかな。このギリギリを縫うんで、裏だともしかしたらこう一緒に刺繍するときに刺繍で一緒に縫っちゃう可能性があるから、表の方がいいですね、重ねるのは。でもギリギリなんか5ミリぐらいしか重ねないみたいな感じで、もうザクザク。後で取るんで、あんまり細かくすると、ちょっと私は目が粗い方かもしれないですけど、あんまり細かくすると抜くとき大変になるんで、細かくしない方がいいです。はい、ではこんな感じで縫えたので、まずここから刺繍するんで、まずここに刺繍枠をはめます。で結構こんな感じで、全部こう刺繍が入っていればいいです。で、しっかり締めて、これで刺していきます。
はい、では刺繍していきたいと思います。ちょっと色は最近ブルーが続いてたので、ちょっと夏らしい別のタイプのひまわりとかそっち系の色味にしようかなと思います。で、もうザクザク刺していきたいので、ただ6本取りだと太いかな何も考えてなかったんですけど、4本取りぐらいちょっと減らしときましょうかね。まず1本ずつ抜いて針に4本入れます。この使いやすい長さの65センチのカットの仕方は過去の動画を見ていただいて作るか最新の方の本だと載っています。これでも玉留めで始めます。玉留めがあんま上手じゃないんでこのやり方で。で、ここはもうストレートステッチなので、もうあんまりサテンを使わないで、できるだけこの本に近い感じの刺し方でやっていこうかなと思ってます。じゃあまずこれでどんどん埋めていきます。はい。ではこの花びらができたので、フレンチノットステッチをやっていきます。まず針を出します。で、枠を机に置いて少し上を持ちます。で、空中で2回巻いてほぼ同じところに刺したら引き絞って、でもこれでできているので針を引っ張ると出来上がりです。これでずっとこの点々の数やっていきます。ちなみにこれも4本取り。なんか今日は4本取りばっかりになりそうですね。次の葉っぱも4本取りでしようかなと思ってます。はい、では次はアウトラインステッチです。まず1目作ります。で、ちょっと先に出して最初に作ったステッチの真ん中あたり、糸を割らないで糸の下に刺します。で、またちょっと先から出して半分重ねる。これを繰り返していきます。なので、半分ずつ重なっているステッチなんですけど、ステッチが長いと、直線のところだからそんなに気にならないと思うんですが、カクカクするので、ステッチはできるだけ短めに。短すぎると重ねるとき大変なんで、そこそこですね。2、3ミリ幅ぐらいで進めていきます。これで最後は同じ穴から出して半分重ねるだけのステッチを入れておくと落ち着きます。で、ちょっと移動するときはこうやって裏に絡ませながら移動するといいですね。一気に行くと糸渡ってしまうんで渡らないようにして、で、ここはストレートステッチです。まず出して、こうやってもう1本入れるだけのステッチがストレートステッチです。こっち側も出して入れての1本のステッチ。で、裏に絡めて終わらせて、ちょっとたくさん絡めておいてください。で、この後サテンステッチをしたいので、こっから2本切ります。2本取りなんで2本用意してもらうんですけど、続きでやりたいんで、これで2つ切って、で、あとの2つは置いといて後で足りなくなったらあっちを使って、まずはこのつながってる方を使います。
で、サテンステッチは真ん中に1本基準を入れます。で、このまま、これちょっと斜めにしたんですね。真横にすると最後ちっちゃい点々になって大変なので、こうやって斜めにすると途中で頂点が糸の端になるから、最初にここに入れてもらってもいいですね。ここの、頂点を決めてしまって、で、あと半円、この上側半分を埋めて、で、終わったら今度下を横横に平行に刺していきます。で、同じようにこちら側もやっていきます。はい。じゃあお花ができたので、今度こっちの枝みたいなのをやっていきます。もう刺繍枠、刺繍の上から重ねても大丈夫なんで、移動して、ここがちょっとはめにくいかもですね。ここなんていうのかなこの切り替えの部分はちょっと硬いですね。布が重なりまくってるんで。まあでもなんとかいけました。これでアウトラインステッチ。もうスタートは玉留めでいいので、これでまた全部アウトラインやって、で、外側一個一個のこの手みたいな先っちょに、フレンチノットステッチをやろうと思います。全部4本取りですね。フレンチノットも4本取りです。はい。ちょっとだいぶ刺繍を進めたんですけど、こんな感じでもう全部アウトラインステッチとストレートステッチなんですね。で、こことかは葉っぱの外側はアウトラインステッチでやって、で、中はバックステッチとかストレートステッチとかで埋めてます。なんかアウトラインの方が見た目が綺麗なので、アウトラインでいけるところはアウトラインでやってます。もうこっちは紙刺繍なんでバックステッチしか使えないんですけど、アウトラインも一応できます。この本は5つのステッチなんでアウトライン入れてないです。で、今からやるのはここの葉っぱのサテンステッチです。もうサテンステッチなんでやり方分かっているとは思うんですが、一応やっておきます。緑で2本取り。サテンステッチの場合はもう全部2本取りでやります。あんまり普通の刺繍もだいたいね2本取りです。服の場合3本取りでやるときもあるんですけど、基本的には2本でやると覚えておいてもらっていいと思います。真ん中に1本入れて、半分ずつ入れて埋めていきます。だから最初に入れたステッチが頂点になるように設定して、左右にこうやって継ぎ足す分に関してはちょっとステッチを短くすると葉っぱらしさが出ます。その先が尖りますね。なんかその辺は調整して、これぐらいでいいと思います。で、他の部分もこうやって作っていきます。はい。では、片方できたので、ちょっと枠を外して、結局、スパイダーウェブローズステッチをサテンステッチに変えたんですけど、サテンステッチの丸が嫌だっていう人も結構多いので、その方はバリオンステッチ、バラの刺繍ですね。あれは結構もう巻き巻きして強いんで、あれでもいいかなと思います。あれはあれで難しいんですけど、他何があるんでしょうね。チェーンステッチで埋めるとか。でも頑張ってサテンやってください。で、これ抜きます。こうやってもうざっくり縫っておくと、もう端っこ抜くだけでシュッと全部抜けます。
で、こんな感じ。これ今まだ片方なんですけど、この後もう片方やっていこうと思います。もう後ろまでちょっと余力がないので、とりあえず半分頑張ります。で、同じようになんかやってもいいし、なんか左右対称にするの結構難しいんで、全然違うものを入れてもいいと思います。並び順変えたりとか、他のページのやつの図案ちょっと持ってきたりとかっていうのもいいと思います。なので、まあでもこの通りにしようかな。全く同じ作業をしようと思います。なんか左右反転した感じになるかな。でも別に図案は反転させなくてもいいかな。まあこの辺とかは反転した方がいいかな。バランスがいいかな。これも反転した方がいいですね。左右対称のやつはそのままで大丈夫だと思います。じゃあちょっとそれで左右反転させるのはコピーしてコピーの裏側からこうさっきのスマプリでなぞるとうまくいきます。じゃあそれでやっていきます。はい、では出来上がりです。もうこっち側は制作風景全然撮ってなかったんですけど、もう反転コピーっていうか、コピーして裏側にしてなぞって貼ってます。でも洗濯もしたんで、スマプリで注意することは、切ったサイズにホコリがついちゃうんですよね。で、そのホコリっていうのは洗濯した後まだ濡れてる時に干す前に、爪でこうやってガリガリすると、ホコリの塊みたいな感じでまとまって取れるので、その段階で取らないと取れないです。乾いてから取るのって結構難しくても取れないので、濡れてる洗濯終わって干す前にちょっとガリガリしてホコリとして取ってください。やっぱりついてました、結構。夏なんでね、制作中にもうついちゃうんですよ。冬と違って。なので、そこだけ気をつければ全然問題ないと思います。ぜひ皆さんも刺繍してみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをお願いします。あと、私の会員制のサイト、毎月の刺繍っていうのを月600円でやっているんですけども、そこでは毎月新しい図案を私が作るので、それをダウンロードできたり、過去のも全部ダウンロードできるんですけど、あと他に、限定ライブが見られて、限定ライブも過去のが見られたりで、あと抽選会もやっているんで、私の作品の抽選会ですね、それも毎月やってますっていう感じで、結構ワイワイ楽しくやってるんで、よかったら遊びに来てください。あとはこの場所で刺繍教室をやってたり、ここの2階1階でお店をやっているので、刺繍道具買いに行きたいなっていう人はよかったら遊びに来てください。教室もお待ちしてます。で、遠方の方は海外もですけど、発送してますので、ネットショップもよければ、覗きに来てください。それでは、またお会いしましょう。さよなら。